気になったことって絶対ありますよね。自分ってどう見えてるのかな、ここにこだわってる人意外と少ないんですよ。今笑ったらどう考えても失礼だよな。はい、皆さんこんにちは、犬です。今回で3本目の動画になりました。動画をアップしてから1本目と2本目合わせて400回ぐらい再生していただけて本当に嬉しいです。見てもらえただけで嬉しいのに、高評価やチャンネル登録ボタンに指を伸ばしてくださって、コメントまでしてくださって、そんな様子を思い浮かべるだけで本当にありがたくて震えます。現在登録者30人です。見る人からすればしょぼって思うのかもしれないですけども、配信してるこちらからすると全然違うんですよ。この何者でもない僕に応援してくれるんだと思うと、この人たちのために頑張ろう、もっと伝える技術を磨いていこう、登録ボタン押しといてよかったなって思わせたい。もうね、思いが込み上げてどうにか。コメントの方で映像のブレについてアドバイスをいただいたんですが、今回の映像も前回と同じ日に撮影したもので、まだ修正を反映できてません。すいません。次回以降良くなってくると思います。質問やお気づきの点、コメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。見てくださってる皆さんの言葉が聞けるっていうのも本当にありがたくて、そのうち Twitter やインスタなどのアカウントも用意して DM なども送れるように整備していきますので、その時にはまたよろしくお願いします。さて今回は技を出す時にどこから動き始めるかで相手に伝わる印象も変わるというお話です。自分の練習している技が綺麗かどうか、正しく打ててるかどうか、まっすぐかどうか、ちゃんと当たってるかどうか、気になったことって絶対ありますよね。じゃあ構え合っている相手から周りじゃなくて、この目の前の相手から自分ってどう見えてるのかな、これ考えたことありますか？実は剣道では自分が上手に打てることに満足するよりも、目の前の相手からどう見えてるか、これが重要なんです。ここにこだわってる人意外と少ないんですよ。不思議ですね。人間関係ではみんな気にするんだけど、こんなこと言ったら嫌いって思われるかも、こんなことしたらみんなと違うって怒られる、今笑ったらどう考えても失礼だよなね。相手を気にしてるよね。剣道にもうまく取り入れよう。いろんなところにヒントってあるね。例えば一生懸命攻めてるんだけど負けます、打たれます。これ自分では一生懸命攻めてる、でも相手からはどう見えてるんでしょうね。一生懸命がって力みとか、単に早く入るとか、単に大きく入りすぎるとかみたいになってませんか？前回の間合いの動画の時のように、自分は一生懸命、でも相手から見たらチャンスになっちゃってるかもしれませんよね。構えが綺麗ってよく褒められる。多分この会場で一番綺麗なんだけど、でも優勝できなかったな。構えが綺麗なのはいいこと。でもそこから何ができる？自分は綺麗な構えに自信を持ってる。相手はあれ？こいつ構えてる時間長いけどあんまり怖くないな。なんか打たれる気しねえな。よし、ガンガン攻めてみよう。思い切ってガンガン攻めてみよう。こんな風に自分の思いと相手からの見え方が違ってしまっている場合があります。自分が打たれた時を思い返してみましょう。打たれると思って止まっちゃった。いけると思って打ったんだけど打ち返されちゃった。面来ると思って避けたけど小手打たれちゃった。来ないと思ってたら打ってきちゃったね。相手にどう思わせるか、それには自分が相手からどう見えてるか、これですね。今回は相手に打ち込む時、手から動き出した場合と足から動き出した場合の相手からの見え方について解説していきます。どっちがいいかは状況によります。それぞれ使いこなせれば状況次第でいい武器になります。それぞれの特徴を見てみましょう。手から動き出す目打ちの場合は、顎が上がったり体が残らないように注意しましょう。手足同時は力強さとスピード、どっちも中間を取ったような感じです。足から動き出す面打ちは特にスピードに特化したような面の打ち方になります。足は間合いを盗んでいるのに上半身は動いていないので、相手に気づかれにくい特徴があります。相手が差があるような相手だったり、すぐに避けるような相手だったりする場合には有効ですが、
出鼻を狙われてしまうと小手も面もガラ空きなので、そこは注意しましょう。コンパクトに打とうと思えばもう少しコンパクトに打てるんですけど、この場合は少し振って打ってます。これも出鼻には気をつけて、相手をよく見て技を出しましょう。下がったりついたりする相手にはとても効きます。振って打つと見せかけてフェイントに行ったりすることもできるので、使い方をうまく工夫しましょう。さっきまでの振って打つ技に比べてギリギリまで手元を押さえて、ギリギリまで構えに近いような状態で相手に迫っているのがわかると思います。相手からするとどこを打ってくるか最後までわからない、近づいてくるまで打ってくるのに気づかない、そういった特徴があります。比べてみてみましょう。こうやって並べてみるとだいぶ違いがわかると思います。足から打つ場合は構えたまま右足を滑らせてギリギリのところで打ち始める。駒送りで見たり何度も見たりして真似してみてください。全身を打つのがちょっと難しくて分かりづらいかもしれないですが、相手から見るとこういう風に見えます。自分の面打ちはこれというのもいいですけど、どちらも使い分けれるようになっていろんな相手に対応できるようになるといいと思います。本当にちょっとの差なんですけど、足から出る方がギリギリまで手元が上がらないので早く感じると思います。剣道においてはこのほんのちょっとした差がすごく大きいので、受けるのが間に合わなかったり出遅れてしまったり、そういう相手のミスにつながります。はい、どうでしたか？こんなの知ってるよ。相手からどう見えるかが重要なんていつも考えてるよ。こういう人は間違いなく強くなるし、強いです。戦いたくない。厄介。知らなかったでも全然いい。見た甲斐あったなって思ってください。今日から練習ですね。取り入れただけで今より強くなった自分に会えるんだから。まとめると、早く打ちたい。気づかれないように打ちたい。こういう場合は足から。打つぞっていうのをあえて相手に伝えて、下がらせたりフェイントを使ったりビビらせたい。あえて大きく振ることによって小手を見せて抜いて面を打ちたい。強く遠くに届くように打ちたい。そういう場合は手足同時、少し振って打つ。こういう感じ。カメラの目線のように上半身の方がやはり動きは目立ちます。相手に気づかれやすい。打つ技の種類や相手によって使い分けていきましょう。それでは。